196日間夫婦2人で世界一周。ビジネスクラスで世界を回り、各国で1ヶ月暮らすように滞在して、時にはこんなラグジュアリーなホテルにも泊まりました。ではこの旅に実際いくらかかったのか。私たちが実際に支払った金額は480万5969円でした。ただしこれにはマイルやポイントで無料になった航空券やホテル代は含まれていません。もしそれらも現金で換算すると、この旅にかかった総費用は万円を超えます。今回は196日間の世界一周で何にいくら使ったのか、すべての費用を公開します。私たちが旅をしたのは2025年6月25日から2026年1月7日までの196日間。訪れた国は10カ国26都市です。羽田を出発してサンフランシスコから始まり、ヨーロッパ、アジア、オセアニアを巡り、最後はオーストラリアから日本へ帰国しました。ただ世界一周といっても旅のスタイルによって費用は大きく変わります。私たちはたくさんの国を短期間で巡るのではなく、一つの街に長く滞在して暮らすように旅するスタイルでした。そのため基本は自炊で、アクティビティや観光名所巡りをするというよりも街歩きをメインに楽しみました。その一方で貯めてきたマイルやポイントを使ってビジネスクラスに乗ったり、憧れのホテルへの宿泊も今回の世界一周の目的でした。196日間夫婦2人で世界一周をして実際に支払った総額は480万5969円でした。1人当たり約240万円、1人1日当たりにすると約1万2300円です。ちなみに私たちは世界一周前に500万円を予算として設定していたので、予算内に収めることができました。それではまずは航空券代から見ていきましょう。航空券代は合計で84万3193円でした。当初の予算と比較しても予定通りの金額に収まりました。航空券代の内訳はこちらです。世界一周航空券自体は今は廃止となってしまいましたが、マイルでの発券だったため航空券代はかかっていません。実際に支払ったのは燃油サーチャージや空港税、そして別途購入した航空券代になります。燃油サーチャージ、空港税などの諸費用2名分として31万8558円かかっています。マイルで発券した場合も燃油サーチャージや空港税などは別途必要になります。最近は中東情勢の影響で燃油サーチャージも大きく値上がりしているように、世界情勢によって大きく変動する費用でもあります。最後が世界一周航空券とは別に購入した航空券です。私たちは世界一周航空券のルートから外れて行きたい国や都市に足を伸ばすことが多かったので、その費用が52万4635円かかっています。それでも個人的に航空券代については安かったと思っていて、その理由として1つ目が訪問国を10カ国に絞り、1つの都市に長く滞在するスタイルだったこと。2つ目は航空券代が高くなりやすいアフリカや南米へ行かなかったことです。この2つが航空券代を抑えられた理由だったと思います。次に宿泊費が247万221円でした。機内泊や夜行バス、ポイントでの宿泊を除いた159泊分の合計金額になっています。総費用の約半分と大きな割合を占めているのは、私たちが暮らすように旅することをテーマにしていたので、宿で過ごす時間も重視していたためです。また予算より約40万円高くなった理由の一つが Airbnb のトラブルでした。宿を直前で取り直さなければならないことが何度かあり、想定より宿泊費が高くなっています。この話は長くなるので、また別の動画で詳しくお話ししたいと思います。私たちは1週間や1ヶ月という長期の滞在では Airbnb、観光メインの短期での滞在ではマリオットホテルを主に利用していました。なおマリオットホテルの大半は世界一周前に貯めていたポイントを利用して宿泊しています。ポイントについては動画の後半で詳しくご紹介します。地域別に見ると、やはり欧米とオセアニアの宿泊費は高く、アジアはかなり安く抑えることができました。1泊あたりで比較するとその差がよくわかります。全体の平均は1泊あたり15,536円ですが、アジアは平均の半分以下と非常に安く抑えることができました。
一方でオセアニアは年末から年始にかけてのベストシーズンに滞在していたこともあり、宿泊費が非常に高くなっています。またヨーロッパでは Airbnb で28泊以上宿泊すると利用できる長期滞在割引を活用して宿泊費用を抑えるようにしていました。今回の世界一周ではどのエリアも基本的に夏のベストシーズンに訪れており、時期を少しずらすことでより宿泊料金を抑えることが可能だと思います。一方で短期滞在では憧れていたマリオット系列のホテルにも宿泊しました。世界一周は一生に一度の経験だと思っていたので、ホテルで過ごす時間も旅の楽しみの一つでした。ちなみに今回の世界一周で一番高かった宿がこちらです。イタリア・ベネチアにあるグリッティパレス。1泊約32万円と今回宿泊したホテルの中で最も高額でした。私たちはポイントで宿泊しましたが、現金で泊まるとなかなか手が届かないホテルです。歴史ある建物には数々の著名人が宿泊しており、まるで貴族の邸宅のような豪華な内装でした。さらに朝食会場も気品のある空間で、非日常を存分に味わえるホテルでした。次に食費です。食費は合計79万3663円で、1日あたりにすると2人で約4000円となり、こちらは当初の予算を大きく下回る結果となりました。ヨーロッパやオセアニアなど物価の高い国に長く滞在していたことを考えると、意外と安いと感じる方も多いと思います。この金額に抑えられた理由は大きく3つあります。1つ目は自炊をする機会が多かったことです。特に物価の高い欧米では自炊を中心にしていました。2つ目は1つの町に長く滞在したことでスーパーでまとめ買いができたことです。そして3つ目はマリオットホテルの無料朝食やラウンジを利用できたことです。地域別に見ると意外なことに1日あたりの食費はそれほど大きく変わりませんでした。外食の安いアジアでは屋台グルメなどの外食を楽しみ、欧米では自炊を中心にすることで地域ごとにメリハリをつけながら全体の食費を抑えることができました。例えばヨーロッパでは外食すると2人で1万円近くかかることも珍しくありません。一方アジアでは屋台でお腹いっぱい食べても数百円ほど。3ヶ月間ヨーロッパに滞在した後にアジアへ行った時は天国だと感じましたね。ただ一つだけ反省点があるとすれば、自炊でパスタばかり作っていたことです。特にイタリアでは日本だと500円以上するようなパスタが1ユーロ、日本円で180円ほどで買えたので、ついつい毎日のように食べていました。おかげで食費はかなり抑えられましたが、今振り返るともう少しその土地ならではの料理を楽しんでもよかったかなと思っています。次は航空券を除く電車やバス、タクシーなどの交通費で、こちらの合計が34万267円でした。これはほぼ予算通りで、1日あたりにすると約1700円ほど。地域別に見ると一番交通費がかかったのはオセアニアです。メルボルンやニュージーランドの南島ではレンタカーを利用しており、その費用だけでも約9万円かかっています。一方アジアではグラブという配車アプリを利用することが多かったものの、基本は徒歩で移動できる範囲が多く、交通費はかなり安く抑えられました。そして個人的に印象に残っているのがイタリアにあるドロミテのロープウェイです。サマーカードというロープウェイやリフトに乗り放題のカードを利用して絶景スポットを巡りました。お値段は約5万円ほどと高めですが、その価値は十分ありました。またユニークだったのがトルコのイスタンブールで、ここでは公共交通機関のフェリーを利用して数百円ほどでボスポラス海峡のクルーズを楽しめるので、とてもおすすめです。次は観光費です。観光費は2人で19万452円でした。当初の予算と比較しても予定通りの金額に収まりました。私たちは有料のアクティビティをたくさん楽しむというよりは、その街を歩いたり景色を楽しんだりする旅だったので、観光費は総費用の 4% と比較的少なくなっています。その中でも一番観光費がかかったのはヨーロッパでした。ベネチアのゴンドラや美術館、ポルトガルの観光施設など有料スポットへ行く機会が多かったからです。一方でアジアでは
近所のカフェや市場巡りが中心だったので観光費はほとんどかかっていません。振り返ると私たちは観光をする旅というよりその街で暮らすように過ごす旅だったんだなと改めて感じます。最後に日用品やお土産などのその他の費用です。合計は16万8173円で予算より約7万円抑えることができました。化粧品や薬などの日用品やオーストラリアやニュージーランドの入国ビザの費用、美容院代、お土産も荷物になるためヨーロッパではほとんど買わず最後に訪れたニュージーランドで少し購入した程度でした。一方一番大きな出費になったのはまさかのスーツケースです。世界一周を始めて約2ヶ月ほどした時にヨーロッパの石畳でキャスターが壊れてしまい買い替えることになりました。長期で世界一周へ行かれる方、特にヨーロッパへ行かれる方はキャスターの丈夫なスーツケースを選ぶことをお勧めします。最後に私たちが世界一周で活用したマイルとポイントについてお話しします。今回ご紹介した480万円という金額にはマイルやポイントで利用した航空券やホテル代は含まれていません。仮にこれらを現金換算した場合、世界一周の総費用は約855万円になっていました。ではこのポイントをどうやって貯めたのかというと、私たちは世界一周を決めた約3年前からハピタス、モッピーというポイントサイトを活用し、クレジットカードの発行や証券口座の開設、旅行予約などを通じて無理のない範囲でポイントをコツコツ貯めてきました。貯めたポイントは29万マイルに交換して2人分の世界一周ビジネスクラス航空券を発券し、さらに83万5000マリオットポイントへ交換して29泊分のホテル宿泊に利用しています。参考までにこれらを利用当時の現金価格で換算すると航空券代が約140万円、ホテルが約235万円で合計すると約375万円相当になります。こうして貯めたポイントのおかげで現金だけではなかなか泊まれないホテルやビジネスクラスでの長距離移動を楽しむことができ、旅の選択肢が大きく広がりました。世界一周や海外旅行を考えている方は早いうちから少しずつポイントを貯めておくと旅の楽しみ方が大きく変わるかもしれません。私たちが実際に利用していたポイントサイトは概要欄に載せていますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。世界一周に使ったお金は夫婦2人で約480万円。決して安い金額ではありません。私たちも出発前は本当にこれだけのお金を使っていいのかなと何度も考えました。でも196日間を終えた今振り返ると、あの時にしかできなかった経験にお金を使えたことを私たちは本当に良かったと思っています。もちろん世界一周の形は人それぞれです。たくさんの国を巡る旅もあれば、一つの街に長く滞在する旅もある。節約しながら旅することもできれば、私たちのようにマイルやポイントを使って時々少し贅沢を楽しむこともできます。この動画がこれから世界一周を考えている方や、いつか長期で旅をしてみたいと思っている方にとって少しでも参考になれば嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。費用以外にも気になることがあればぜひコメントで教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。